皆さんこんにちは、みどりです。今回ご紹介しますのはトウモロコシのパンです。ブロワとポルトガル語で言うんですけど、ポルトガルの北の方でよく食べるパンなんですね。熱々の焼きたてにバターをつけていただくととっても美味しいんですよ。では早速作っていきましょう。まずは材料ですね。この黄色い粉がトウモロコシの粉なんです。 250g 使います。トウモロコシ粉は白いタイプと黄色いタイプとありまして、今回は黄色いのを使います。水 300ml、 そして強力粉 250g、 つまり、小麦粉とトウモロコシ粉半々ですね。そして塩小さじ1、ドライイーストを使います。今回 5.5g 使います。そしてお水、これはですね、少し温めてお塩を溶かすのとイーストを溶かすのに使います。さあこちらですね、ドライイーストと塩が置いてありまして、お湯を半分ずつ入れていきます。温度はそんなに高くなく、だいたい40度とか50度ぐらいとかでいいと思います。熱湯にはしないでください。そして混ぜておきまして、塩は溶かしておくわけですね。今度は300ml のお水の方ですね、これを沸騰させます。パン生地を作っていくためのボウルを用意しましょう。まずはトウモロコシ粉の方ですね、これをふるって入れていきます。今回私はトウモロコシ粉と強力粉を1対1で使いますけど、人によってはライ麦粉を入れる人もいます。その時はトウモロコシ粉1に対して強力粉 0.5、 ライ麦粉 0.5 という配合にするようです。さあそしてお湯が沸きましたら、ここに熱湯を注ぎます。まんべんなくかけてください。この段階ではかなり水分量も多いので、ヘラなど何か道具を使って混ぜていただいたらいいです。粉っぽさがなくなるまで混ぜていきましょう。だいたいきれいに混ざりましたら、ここにお湯で溶いたイーストを入れていきます。でこれも混ぜていただきまして、その後は強力粉を入れていくんですけど、かなり粉の量が増えていきますので、もうこの後はですね、手で混ぜていくことになりますよ。さあでは強力粉を入れるときはふるって入れましょう。これを全部入れてしまいます。さあではここから先は手でこねていきますね。はい、でこれはもう力を込めてしっかりこねる感じです。あと最後にお塩を入れておきましょう。さあ粉っぽさが残らないようにしばらくこね続けますと、もうボウルについている粉っぽさもですね、完全になくなっていきますね。はい、生地もうまくまとまるようになってきました。さあそしてこれをですね、しばらく発酵させますので、丸く形を整えていただきまして、この上に分量外の小麦粉をですね、少しかけておきましょう。そして上から何か布をかぶせて、そしてだいたい2時間ぐらいでしょうか、生地が膨らむまで寝かせておきます。はい、これが2時間後なんですけど、生地がだいぶ膨らみまして、そして少ししっとりした感じになりましたね。ではこれから形を整えていくんですけど、違う容器をご用意いただきます。その入れ物でパンを成形していきますので、作りたいパンの大きさに合った容器をご用意ください。そこに分量外のトウモロコシ粉を少し入れておきます。そして今回私は大きめのパンを一つだけ作りますので、生地をもう全部手に取って、そしてこの入れ物に入れていきます。さあそしてこのようにですね、もう手で触れず入れ物を揺さぶって
形を整えていくんですね。これがこのブロワーを作る伝統的なやり方なんですよ。粉が周りにたくさん飛び散るのを恐れずやってくださいね。だんだん表面がつるっとしてきておりますよね。さあ、そしてだいたい形がきれいになりましたら、今度はオーブンの天板を用意しまして、そしてそこに、私はオーブンシート敷きましたけど、これはもう敷かない人もいます。そこにまたトウモロコシ粉を敷きまして、そして生地をのせて、で上からですね、少し手で押さえて形を整えます。ほぼまん丸の形にしてみました。さあ、では220度のオーブンに入れて約50分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じです。大きくひびが入った感じになってますけど、このブロワーはですね、見た目はこういう感じなんです。そしてちゃんと中まで焼けてるかどうか、裏をですね、こういうふうにコンコンコンと叩いてみるんですよ。で、かなりね、硬い感じの音がしたら大丈夫です。そしてこの表面はですね、ブロワーってすっごく硬いんです。でまだね、本当に焼きたてなので、手で持ってると熱くてですね、それでしっかり支えられないのがまた難しいところなんですけど、さあ、うまく半分に切れましたら、中を見ていただきましょう。黄色い方の粉を使ったので、こういうパンの色ですね。はい、そして何切れかテーブルの方に持って行って食べてみましょう。はい、このトウモロコシのパンなんですけど、トウモロコシ粉って少し甘みがあるんでしょうかね。でこのパンは小麦粉のパンと違って、もっちりとした食感とはまた違います。ちょっとポロポロっと、崩れるような感じで、これは味もすごくしっかりとあるパンなので、何かおかずと一緒に食べるというよりは、もうこれだけでちょっとバターでもつけて食べるのがすごく美味しいんです。そしてこれ何日か経ちますと、硬くなっていって、手でもう簡単にポロポロっとほぐれるようになるんです。その細かくほぐしたブロワーを使ったお料理というのがあるので、それはまた何かご紹介させていただきましょう。はい、それでは皆様、今回もご視聴ありがとうございました。では高評価ボタン、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあね。